タイの KFC にはいろいろお得なセットがあります。今回はこのオールインワンの人気メニューを注文します。1300円です。公式アプリで注文してお店で商品を受け取ってきました。定番のフライドチキンが5個、タイ限定味のフライドチキンが4個、マッシュポテトです。ポテト1個分が入っているようです。レギュラーサイズのフライドポテトです。チリソースが付属します。トマトケチャップが付属します。チリソースをつけて食べても美味しいです。これがタイ限定のチキンです。トムヤムクンの粉末のような味付けがされています。KFC フライドチキンの一番美味しい部分なんですけど、やはりこのフライドチキンの衣部分です。この部分が美味しすぎます。この日のランチを求めてローカルのフードコートにやってきました。この屋台でローカルのスイーツを買います。この屋台で水餃子を買います。他に主食になるようなものを求めてフードコートを歩きます。ここでチキンライスを買います。ここのチキンライスはどれも美味しいです。これが今回の私のランチセットです。ボリュームたっぷりのチキンライスです。200円です。チキンの出汁から作られたスープ付きです。水餃子のセットです。160円です。ローカルのスイーツです。100円です。いろいろな味のスイーツがミックスされています。大学の敷地内で金曜夜にオープンするナイトマーケットにやってきました。観光客向けの大規模なナイトマーケットとは異なり、ここは価格がリーズナブルです。この大学の学生たちや付近の住民の方が主要な客層のようです。さまざまな種類のタイ料理やドリンクの屋台が密集しています。芝生広場ではこんな感じで人々が集まって食べています。タイ料理のお弁当とローカルスイーツを買います。
私はバナナロティを調理する様子を見るのが好きです。揚げた豚肉とライスのお弁当です。200円です。バナナロティは安くて美味しいです。120円です。スーパーマーケットでスイーツを買います。タイのローカルスイーツが棚に並んでいます。タイでよく見かける卵黄と砂糖が原料の繊維状のスイーツです。220円です。甘いココナッツシロップをかけて食べるようです。美味しいです。これも似た感じのスイーツです。これも美味しいです。セブンイレブンでお気に入りのインスタント麺を買います。カルボナーラ味のインスタント麺です。60円です。しょっぱい卵風味のインスタント麺です。60円です。このインスタント麺のシリーズで私はこれが一番好きです。韓国料理の辛さが効いているインスタント麺です。60円です。次はスナック菓子を買ってみます。私はこのシリーズのスナック菓子が好きです。こっちのスナック菓子はエビ風味です。1袋80円です。こっちは海苔風味です。1袋80円です。